place where we can go and be alone。 今日は初夏の鎌倉へお出かけをする日。私的おすすめスポットを巡るので、一緒にお散歩する気分を楽しんでいただけたら嬉しいです。まずは江ノ電の鎌倉駅からスタート。由比ヶ浜へと向かいます。とその前に小腹が空いたので、鎌倉コロッケで腹ごしらえ。江ノ電の改札内乗り場付近にあるので、電車を待っている間に食べられるのが嬉しいです。サックサクでペロリと完食。紫芋やしらす入りも気になります。次は由比ヶ浜でございます。この家と家の間のスレスレのところを縫うようにして進む江ノ電の感じが好きです。もう少し先の稲村ヶ崎より向こうまで行って、車窓から海の絶景を見るだけでも鎌倉に来た価値ありという気持ちになれます。今日はその手前までですが、まだ行ったことのない方はぜひ一度行ってみてください。さて、最初の目的地へ向かいます。梅雨入り手前の今日はピッカピカの晴れで、まるで夏の暑さです。このレトロな風情のある建物、こちらが鎌倉北橋です。大正時代に建てられたという鎌倉市の景観重要建築物の旧加賀屋邸をリノベーションして営まれていて、お蕎麦屋さんと喫茶店が併設になっているのですが、我々の目的のお蕎麦はすでに売り切れ。混雑を避けようと平日のお昼過ぎ13時頃に行ったのですが、午前10時半から整理券を配布しているようで、25から30組くらいまでとなっているみたいです。残念。お庭に梅の木がありました。大好きな映画海町ダイアリーを思い出します。鎌倉へ来るときは早めが吉と学んだ我々でした。またチャレンジしよう。お腹ペコペコな私たちは同じ長谷エリアにある茂吉鎌倉へ。こちらも気になっていたお店だったので来れて嬉しいです。茂吉鎌倉は湘南で唯一の蔵元熊沢酒造が始めたお店で、もともと昭和初期に建てられた水道施設を改装した歴史あるレンガ造りの建物になっています。待合室からも古いものが好きな人にはたまらない雰囲気。鎌倉ってこういう歴史ある建築を残しつつ、お店として今に生かす建物がたくさんあって、なんだか素敵だなと思います。昔ながらの高い天井や自然光の差し込む広々とした店内に、なんだか教会のような静謐な雰囲気も感じました。でも堅苦しくはなくて気持ちのいい空間です。1杯目は豊富な種類の湘南クラフトビールから柑橘系のものを。暑い夏の昼下がり、ビールが染みます。お料理はまず蔵元ならではの発酵食材、酒粕クリームチーズをはじめとして、スモークカマンベールなどたくさんのチーズをふんだんに使ったフロマッジオのピザ。こちらは蜂蜜との相性が抜群です。せっかくなので日本酒も頼んでみました。シェリーダルにつけた日本酒だったかな。本当だ。でもなんかちょっと梅酒っぽくない？フルーティーだよ。あとはこちらの鎌倉ジェノベーゼ。太めの麺でナッツがいいアクセントになっていました。
アンティークが好きな方、お料理だけでなく建築や空間を楽しみたい方、あとはお酒が好きな方、ぜひ一度チェックしてみてください。さて、次の目的地へ向かいます。こちらは銭洗弁天宇賀福神社です。源頼朝が夢に出てきた水神様のお告げをもとに建築した神社だそうですが、なんともここの湧水でお金を洗うことで金運アップのご利益があるそうです。今回は連れられてきましたが、普段しないお金を洗うという行為が面白くて、何より洞窟のような小さく長いトンネルをくぐり抜けた先のこちらのこじんまりとした神社が素敵でした。湧き水があるだけあって、しとしとと緑も空気も潤っていて、マイナスイオンをたっぷりと浴びた気がします。おみくじも引いて、あ、見て、大吉。なんと大吉でした。嬉しい。入り口の洞窟、千と千尋の始めと終わりのあの通路を思い出しました。そういえば頼朝の夢に出てきた水神様もあの川の神様を思い出します。鎌倉はいろんなところでジブリを感じられる場所だなと思います。さて、次の目的地へ。銭洗弁天から歩いて行けるこちらのお店はもやい工芸。全国の工芸品たちをお店の方が自らその土地へ赴いて、その手仕事を実際に見て触って確かめたえりすぐりのものたちが並んでいます。この大柄の波のようなお花のような華やかな柄の陶器たちは沖縄のものが多いそうです。道理でエネルギッシュな器たち、職人の手で作られた丁寧で丈夫で簡素な日々の暮らしで触れる道具の中に美しさを感じるなと思うことが私は多いので、こちらのお店は本当に胸が躍りました。器や民芸品、工芸品がお好きな方はぜひぜひ覗いてみてください。お次は先ほどのもやい工芸からちょうど鎌倉駅までの帰り道にあるこちらのぶんぶん紅茶店です。コーヒーショップはよく見かけるけれど、紅茶の専門店は割と珍しい気がします。歩き疲れたところにナイスなタイミングで現れてくれました。世界中のさまざまな紅茶がたくさんあって、お店の方の紅茶へのこだわりを感じる店内と、地元の方に愛されているのが伝わる雰囲気にほっこりしました。私たちはチャイを、チャイでもマサラチャイやカルダモンチャイなどいくつかある中から自分の好きな風味を選ぶことができます。この器はもしかしてもやい工芸の器でしょうか。かわいいです。紅茶店を後にしてさらに駅に向かって歩いていくと、何やら良さげな古書店発見。中は撮影できませんでしたが、2階に上がるとアートを中心としたさまざまな古本や雑貨たちがたくさんあって楽しいお店でした。最後にもやい工芸で買ったものたちをちょっとご紹介していきたいと思います。こちらとかわいいこの2つを買いました。1つ目は器で、じゃーん、かわいい。
ちらの片口の器を買いました。これは愛知県の瀬戸焼っておっしゃってたかなと思います。このちょっと鉄っぽいこのサビ色っていうんでしょうかの釉薬の色がとっても綺麗だなと思って、このちょっと滲んでる色の違いもすごい綺麗で買ってきました。でこれはずっと私はこれでお抹茶を立ててたんですけど、抹茶オレにする時にこう器に注ぐ時にここにこう伝って机にこぼれてしまうことが多かったので、片口の器をずっと探していてやっと見つけました。本当に可愛い。なんか器ってずっと見てられる。嬉しいです。でこれとこちらは日本じゃないんですけどインドの布を使ったコースターになります。こうやって置いても合うかなと思ってこれを選びました。かわいい。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録もしてくださるととっても励みになります。鎌倉は初夏の梅雨の時期も暑い夏の日もとてもぴったりな場所だなと思うので、もし機会があればぜひこの夏は鎌倉へお出かけしに行ってみてください。江ノ電に乗って稲村ヶ崎から先の江ノ島の方に行くのも楽しいかなと思います。素敵な夏の日々をお過ごしください。